日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はパトロンのサイトをぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。今日は可愛い文化について話したいと思います。皆さんも知ってると思いますけど、日本には可愛いものがたくさんありますよね。なので今日はどうして日本人は可愛いものが好きなのかについて話したいと思います。まずは可愛い文化、どんな可愛いものが日本にあるかについてちょっと例を挙げてみたいと思います。例えばハローキティとか、あとはサンリオのキャラクターとか、皆さん知ってますかね？すごい可愛くて日本では有名なんですけど、そういうキャラクターがいたりとか、あとはこれは世界中で有名だと思いますけど、ポケモンのキャラクターとかね、ピカチュウとかそういったキャラクター、それだけじゃなくて他にもいろんなアニメ漫画の可愛いキャラクターっていますよね。僕は個人的に可愛いキャラクターで言うと、いろいろ可愛いキャラがいて、一つのキャラクターを選ぶのは難しいんですけど、やっぱりうちにはね、猫がいるので、猫のキャラクターを見ると、やっぱり可愛いな、このキャラクターのグッズ欲しいなとか思っちゃいますね。で、そういうキャラクターだけじゃなくて、日本には可愛い文房具とか、可愛い雑貨とか、可愛いキッチンで使うものとか、いろんな可愛いアイテムがありますよね。で、身の回りの可愛いものって言ったら、そういうキャラクターのグッズとか、可愛い形をした文房具とか雑貨とか、そういうものがあると思うんですけど、それだけじゃなくて、街の中にも至るところに可愛いものがあるんですね。皆さんも日本の街を歩いたことがあるならわかるかもしれませんけど、例えば電車にマスコットキャラクターがいたりしますよね。で、電車だけじゃなくて、例えば、市役所とか警察とか、そういう一見真面目そうなところにも可愛いキャラがいたりしますよね。こういうキャラクターはゆるキャラって言われています。ゆるいキャラクターですね。ゆるキャラ。で、このゆるキャラは今言ったように警察とか市役所とかそういう真面目なところにもいるし、ほとんどすべての県、いろんな地域でそれぞれのゆるキャラがいるんです。これは例えば東京はすごい若い人が多いから東京だけにゆるキャラがいるのかっていうとそんなことはないです。例えば熊本にはくまモンっていうキャラクターがいたり、千葉県の船橋市にはふなっしーっていうキャラクターがいたりとか、もうそれぞれの地域でいろんなゆるキャラがいるんです。ご当地のキャラクターですね。これはすごい人気があるんですよ。で、こういうご当地キャラのグッズを集める人も意外といます。なので、例えば沖縄に旅行に行ったりとか、北海道に旅行に行ったりした時に、そのご当地のキャラのお土産を買う人、これは結構います。僕も旅行するときは、できるだけ毎回友達とか家族にお土産を買うようにしてるんですね。で、その時になんか面白いキャラクターのお土産があったら、やっぱりそういうものを手に取りたくなっちゃうんですよ。うん。手に取りたくなっちゃうし、そのぐらいいろんなところにゆるキャラのアイテムがあるんですよね。で、なんでこんなに可愛いものとか可愛いキャラクターが人気があるのかについて考えた時に、僕がパッて思いついた理由は、やっぱり見ると安心します。
うん。そういうキャラクターがいることによって、例えば警察に行く時とかって結構緊張しますよね。あとは市役所とか結構真面目なところなので、そういうところに手続きしに行ったりする時、結構緊張しませんか？うん、僕は結構緊張して怖いなって思っちゃう時があるんですけど、やっぱりそこにいるキャラがいると、なんだかその緊張がほどけるというか、なんか落ち着くことができると思うんです。うん。で、やっぱり今言った警察とか市役所とかのそういう話って難しい話が多いですよね。警察で言ったら、交通ルールとか、法律とか、うん。市役所で言ったら、住民票の手続きとか、引っ越しの手続きとか、いろんな難しい手続きとか、いろんな難しい話があると思うんですよ。やっぱりそういうところに行ったら。でも、ゆるキャラがいて、そのゆるキャラが説明してくれたりすると、もちろん僕みたいに緊張する人は安心できるし、子供とか小さい子に話すときに、やっぱりゆるキャラが教えてくれた方が話が分かりやすいですよね。大人が難しい話をしても子供ってやっぱりなかなか理解できないですよね。でも、ゆるキャラがこの子供たちの友達みたいな感じで話してあげたら、やっぱり子供たちもその話を聞いてくれますよね。うん、その話を聞きたいって思いますよね。なのでそういう部分でゆるキャラを使ってるのかなと思いました。で、やっぱりその子供たちが難しい話を聞きやすいってのもあるし、例えば文房具とかそういうのが可愛かったりしたら、子供はもっと勉強したくなりますよね。うん、例えば可愛い鉛筆とか可愛いノートがあったら、やっぱりそれを使いたくなりますよね。なので、そういう面で、ゆるキャラたちが役に立ってるんじゃないかなと思います。うん、僕も子供の時に結構かっこいいドラゴンの文房具とか筆箱とか鉛筆とか使ってたと思うんですよ。それはなぜかというと、やっぱりそれを使いたくなるんですよね。うん。なので、勉強が楽しいから勉強する。これが一番いい勉強の理由だと思うんですけど、そうじゃない人もたくさんいますよね。でも、そういう人でも何かをきっかけに勉強するようになれば、やっぱり勉強を教える人は嬉しいですよね。やっぱりこんな単純な理由なんですけど、勉強のきっかけになったりするのもいいことですよね。やっぱり勉強が嫌いな子も勉強するきっかけができるのはいいことですよね。で、もちろん子供だけじゃなくてね、大人でも可愛いものが好きな人、たくさんいますよね。僕も可愛いもの好きだし、子供だけのものじゃないですよね。大人が可愛いのを好きでも別にそれは悪いことじゃないですよね。何か、日本の中でもちょっとそうなんですけど、可愛いものは子供のものだみたいな、ちょっと子供っぽいみたいなイメージがあると思うんですけど、大人もそういうものを楽しんでもいいんじゃないかなと思います。ちなみにね、今僕が着ている T シャツもこのタヌキのプリントがしてあって、ちょっと可愛いなと思いますし、僕はいつも出かけるときにトートバッグを持って出かけるんですね。で、そのトートバッグには猫のプリントがしてあるんですね。やっぱりそういう可愛いものを見ると、大人の僕でも欲しくなっちゃいます。うん、皆さんもやっぱり可愛いグッズとかあったら手に取りたくなりますよね。うん。やっぱりそういう意味で、この日本の上手なマーケティングっていう部分もあるのかなと思います。で、そう考えた時に、やっぱりちょっと海外と違うなと思って、もちろんね、外国にもいろんな可愛いキャラクターとか、あとは可愛い動物のグッズとかね、そういうものはたくさんあると思うんですけど、やっぱりさっきもちょっと言ったように、なんかそういうのは子供のためのものっていう印象がありますよね。
違かったら教えてほしいんですけど、やっぱりそういうのは大抵子供のためのものっていうイメージがあって、で、そのイメージがあるから、ビジネスの場とか、行政、市役所とか警察とかそういったところで可愛いキャラクターを使うのは珍しいですよね、海外では。日本ではよくありますけど、やっぱりそういう印象があって、海外では珍しいと思います。だから、やっぱり日本に初めて来た人とか、日本に旅行に来た人は、それが理由で、このキャラクターの多さとかに驚くんじゃないかなと思います。で、この可愛い文化について、僕は個人的にどう思うかというと、やっぱり世界中ね、いろんな文化があると思いますけど、可愛い文化はこの日本の面白い特徴の一つだと思います。もちろんね、それだけが日本の文化っていうわけじゃないんですけど、日本にはそういう一面もある。結構日本人って真面目な印象があると思うんですよ。たくさん仕事したり、あんまり冗談言わなかったり。そんな印象があると思うんですけど、可愛いものが好きっていう意外な一面、これは面白い文化の一つだと思うので、大切にしていった方がいいんじゃないかなと思います。ただね、さっきも言った通り、全部が全部ね、可愛かったら、ちょっとその場の雰囲気に合ってないんじゃないかなとか、真面目な話をするときに、ちょっと可愛い要素が強すぎると、大事な話がこう頭の中に入ってこなかったりもしますよね。なので、そういうキャラクターをうまく使うといい効果があると思うんですけど、逆に話が分かりづらくなったり、話に集中できなくなったりっていう、ちょっとネガティブな部分もあり得るのかなと思うので、やっぱりこういうキャラクターとか可愛いグッズはうまく使っていくことが大事だと思います。ということで今日は可愛い文化について話してみました。皆さんは可愛いものが好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日のエピソードが少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それから今日のエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人、そしてこのポッドキャストをサポートしたい人はぜひパテロンもチェックしてみてください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。